一番の難所の竜を何事もなく抜けられそうでよかったわ。竜は秦家蘇軍の拠点なの。近くを無断で軍勢が通ろうとしたら仕掛けてくるかもしれなかったわ。それはそれ、油断をしたらすぐに飲み込まれる。家族以外は簡単に信じちゃいけない時代なのよ。こちらの意図は読めてないようね。でも本当に良かったの。姉さんの命令通り残らず兵をかき集めたけど、そのせいで背剣はガラ空き。攻め込まれたらひとたまりもないわ。いいのいいの。ちょっとやそっとの兵を残してても勝ち目はないし、終わりなのは一緒じゃん。それなら全部持ってって公領をビビらせてやった方がいいって。最初にビシッとやるのが大事なんだから。でしょでしょ。断りにかなわないと分かっていても、凡人にはそれを捨てるのは困難なものですが。でも長領ちゃんのおかげよ。次に何をすべきかが見えるようになって、私たちは迷いがなくなったわ。劉邦様には王たる度量があります。ですから。ねえ、それなんだけど、私の軍師なんだからこれからは王家でいいよ。はい、その王家様、私のことはシュエと呼んでください。私のこともリンファお姉ちゃんって呼んでね。あ、はい、リンファ様。お姉ちゃんじゃダメなの？よーし、シュエちゃん。それでなんだっけ？はい、王家様が王を目指すのなら公領との命は絶対に成功させなければなりません。絶対に？絶対にです。それもただ命を結ぶだけでは足りません。ちょっと難しくなってきたんだけど。強がる姉さんも愛らしいのよ。王家様が王になるには秦を倒さねばなりません。そのために打つべきは商海率いる討伐軍。公領と手を組めば拝見の窮地をひっくり返して討伐軍ともやり合える？はい、討伐軍を失えば秦帝国はもはや武器なき兵。秦の打倒はなったも同然です。しかし
噂に聞く光陵は不正室の大英雄です。おそらくはこの乱世に歯を唱えようとする人物の一人。大岡様が侮られたら飲まれて終わりです。最悪兵だけ奪われて放り出されるなんてこともありえます。さすが兄様、おっしゃる通りです。これは大岡様と光竜の格の勝負になるでしょう。よーし、珍しく気合い入れる。この命を絶対に成功させてやる。もう一つ、光陵のもとには光羽という豪傑がいます。軍議の時にもその名前が出たわね。よくわかんないんだけど。光陵の姪で無二の腹心とも言われています。武勇伝がたくさんあるわ。光陵が海警で挙兵した時、従わなかった新兵100人余りを単身皆殺しにしたとか。それなら私も聞いたことある。戦で勝った後、下った2000の敵兵を埋め殺したとかさ。もう英雄じゃなくて怪物だろそれ。そうなの、お姉さん。真偽はともかくすっごく怖くて。どこまでの人物かは分かりませんが、気をつけた方が良いと思います。大丈夫大丈夫。リンファより強いやつなんていないし、ボーンってかましたら一撃でおとなしくなるって。の人物といえばさ、匠とシュウちゃんを送り届けてくれたなんとかってやつに会えるかな。なんとかじゃなくてエーフちゃん、すっごく可愛い子だったの。可愛いですか。光陵軍で常に先頭に立って切り込み、第一の武功を勝ち取る屈指の猛将として名が轟いています。私も旅は何度もしましたが、いつも秦への復讐か秦から逃げるためでした。あの旅は秦の追っ手はいましたけど、いつもとは違って思い出すと胸が弾みます。二人ともいい顔。いい旅だったか。あんな旅ならまたしてみたいです。匠たちがお世話になったやつならたっぷりお礼してやらないと。
さん、あれを。まさかこれほどの大軍とは。可否の城には入りきらないで町の外に野営しているようですね。すっごーい、うねうねでピカピカ、本物の竜みたいじゃん。あれ欲しいな欲しくなるでしょ普通ね姉さんがあれを従えている光景、見てみたいわね。北上の途中で他の勢力を吸収したのだと思いますが、少なくとも5万は。よかった。姉さんの言った通り兵を残らず持ってきて。そうでないと滋賀にもかけられなかったかも。どれだけの兵を集め食わせ動かせるかで将は格を測られますから。いやー、それほどでもあるんだけどさ。あれだけの大軍が集められる考慮、予想以上の人物かもしれません。あ、姉さん、あれを見て。広陵軍から騎馬の一団がこっちへ。目はいいのよ。姉さんを守らないといけないから。それ匠も十分すごいって。あれは広陵軍からの先見でしょう。全軍止まれ。騎兵、右翼に移動しろ。それにしても鎧も馬も見事な騎馬。あの数を揃えられるのはさすがとしか。そんなに顔に出てたの？一軍を率いる身としてはちょっと憧れちゃう。派手な出迎えです。光陵様は兵の見せ方を心得ておられるようです。俺たちはすごいぞーって威圧してきてるってことでしょ。光陵殿も舐められたら終わりだってよくわかってるじゃん。はい、大岡様、花丸です。
の先は光陵の陣だ。いかなる用向きか。兄様、あれは。どっかで見た顔だと思ったよ。芝仙と長領殿でよかったっけね。ありがとうございました。きちんとお礼もできないまま別れてしまって。昔のことで律儀だね。夜の空で月が一巡りすりゃ昔の話さ。だからさ、相変わらずはないだろ。これでも位は上がってるからね。立派になったってお世辞ぐらいは言うもんだよ。浮世離れしてる芝仙には難しい機微だったかね。ほっと無駄話よりも仕事だ。軍を率いてきた用向きは何だい？私たちは廃校とその軍です。光陵様の檄文に応えるために参りました。そういうことなら歓迎さね。芝仙様、もう少し言葉をそっちも相変わらず遠慮がなくて安心したよ。そういや、芝仙は天のしるべとかいう廃校のお気に入りだったね。2人を送り届けたすぐ後で廃校が鮮やかに大勝したと聞かされた。一体どんなイカサマを使ったんだと思ってたが。あんたの入れ知恵か、長領殿。可否で本腰入れて口説くんだったよ。それじゃあ祖軍の使者としてあんたたちの大将廃校にお目通りを願おうか。光陵殿の檄文に応え8000の兵と参陣するわ。光陵様の配下の英夫だ。廃校の参陣確かに賜った。
光陵殿にお伝えする。ま、仕事はこんなところでいいかね。こちとら育ちが悪い。堅苦しいのは肩がくる。全然秘書らしくないじゃん、エーフ殿。そういう無茶苦茶なやつは好きだよ。おっと、覚えのある顔が。そりゃいるよな。面だ。で、廃校の噂は聞いてるよ。やり手だとか、民を重んじる慈悲の化身だとか。やっぱ噂になっちゃってるわ。ちょっと派手に天下を騒がしすぎたかな。実はあんたとはちょっとした縁があってね。そのせいで光陵殿から機会があれば見定めろと仰せつかってたんだ。化身の方じゃなさそうで、私としては幸いだよ。反りの合わないのが同僚になると面倒だからね。縁というと、私の天のしるべと軍師がお世話になった件？マジで感謝してるんだけど、褒美の一つも出させてよ。遠慮しとこう。あれは仕事さ。王家様とエーフ様、話が弾んでいますね。初めて会った同士とは思えません。そこにいるんだね。降雨帰化の猛将、このエーフに首を差し出しな。そろそろ失礼するよ。後ほど光陵殿が正規の使者をよこすだろう。エーフだな。次は一緒に月見酒でもしようぜ。おっと、貴様、いい面だ。何これ、めっちゃ痛そうな鉄球じゃない？当たったら死ぬでしょ。
悪いな。手が滑っちまった。ちょっとシュラちゃん、変じゃない？気絶したの？起きました。寝ている場合じゃないですから。いや、でもそんなむちゃくちゃあまりに断りが。やっぱり気絶したい。これはエーフ殿、どういうつもりよ？私の命を狙うだけならともかく、そんないい加減な理由でぶっ殺されるのは願い下げたっつーの。本当に光陵様の命令では？バカ言ってんじゃないよ。光陵様がこんな物騒な命を下すわけない。でも私に測れとは言ってたし、そうなると全くの無関係とは言えないのか。後ろのやつが美味しそうでつい手が滑っちまったんだが、私なりに測ったってのもまあ外れちゃいない。だからさ、あんたらの好きな方でいいよ。光陵配下のエーフ将軍は気分次第で部下でも殺しかねない暴風だという噂。今の今までただの噂だと。わかりません。そんなのあまりに断りがなさすぎです。全員動くんじゃないわよ。この劉邦が仕切るんだからね。劉邦様、エーフ様、切らないで。分かってる。戦になってヤバいもんね。まあもう戦も同然だけど。ここはどうしたら。エーフ様を捕らえて送り返したら、そしたら。ねえ、気楽にしてるけどエーフ殿、顔合わせを台無しにして帰ったら首が飛ぶんじゃない？やっちまったもんはしゃあない。光陵殿のお叱りは黙って受けるよ。
私の大事な二人を助けてくれた恩があるし、水に流してあげたいんだけどな。そりゃあありがたい申し出だね。でも帳尻が合わないんだよね。ま、そうなるだろうね。おお、さすが私の天のしるべ。なるほどね。エーフ殿、獲物はなしってことでいいわよね。そいつは分かりやすくていいじゃねえか。じゃあお待たせハンク。本当にごめんなさい。姉さんの言いつけだし、つい拳が滑ってしまって。兄様、一体何がどうして。動けなくなってもらえたかな。よかった。姉さん、終わったみたい。腕が滑った。くそ、リンファに一発食らって動いた。のらりくらりとつかみどころがないやつだと思ってたんだがね。てめえいいじゃないか。ただ取り立てが多すぎるから釣りを返し。体が滑ったわ。まだ生きああ。大岡様、二人を止めてください。あんなの死にます。むちゃくちゃすぎます。無理だって。巻き込まれたらそれこそ死んじゃうから。シュウちゃんもこっちで応援しよう。大岡様、
てんだよ。姉さんの前で私が倒れるわけないもの。何よ、寝言。降雨の前で無為の血は許さない。皆様、落ち着いていただけますか？降雨将軍のおなーりですので。降雨がこの場を預かろう。たけりは収まったか、ミオン。愛理様の手を煩わせてしまいお許しを。つい羽目を外しすぎて。それと芝仙、仮一つってことにしといてくれ。それじゃあこっちは匠くんに貸し一つだから。エーフとやり合ってるところに飛び込んできて、今度こそ本当に死ぬところだったのよ。姉さんとシュエちゃんにもほら心配してる。
ちゃんと謝っておくのよ。落ち着いたようだな、客人。半海と言います。降雨殿ですね。見ればわかります。リンファ様、それに兄様も本当に大丈夫ですか？心配かけちゃってごめんなさい。私は大丈夫だから匠くんを見てあげて。はい。エーフが迷惑をかけたようだ。楚軍を率いる公領に代わって詫びる。どのあたりが？シュエちゃん、どいてなさい。リンファ様、何を？光陵殿に挨拶を。案内しよう。